2003年、アメリカは世界最強の軍事力を持ってイラクに侵攻しました。目的は大量破壊兵器の排除とテロとの戦い。しかし、この戦争はやがて別の問いを世界に突きつけます。今回はイラクという国家の成り立ちから、なぜイラク戦争は起きたのか、そして現代に与えた影響について考えます。第1章、イラクという不安定な国家の成り立ち。まず理解しなければならないのは、イラクという国はもともと非常に不安定な構造を持った国でした。現在のイラクは第一次世界大戦後に誕生しました。それ以前、この地域はオスマン帝国の一部でしたが、オスマン帝国が第一次世界大戦で敗北し、中東地域はイギリスとフランスによって分割されます。この時引かれた国境線は民族や宗派をほとんど考慮していませんでした。イラクにはスンニ派とシーア派のアラブ人、そしてクルド人という異なる民族、宗派が混在しています。本来であればそれぞれが別の国を形成してもおかしくありませんでした。しかし列強の都合によって一つの国に押し込められたイラクは自然に生まれた国家ではなく、人工的に作られた国家だったのです。その結果、国家としての統合は弱く、常に分裂の火種を抱えていました。第2章、少数派の支配と独裁体制。イラクでは人口の多数派はシーア派です。しかし政治と軍を支配してきたのは少数派であるスンニ派でした。この矛盾を力で抑え込んだのがサダム・フセイン政権です。サダム・フセインは恐怖と暴力によって国家を統治しました。反対派は粛清され、軍と治安機関は政権に忠誠を誓うもので固められました。それは民主的な国家ではなかったが、強制的な安定は保たれていました。重要なのは、この体制が崩れた場合、国家全体が一気に瓦解する危険性を常に抱えていたという点です。第3章、イラクと大量破壊兵器。1980年、イラクはイランとの戦争に突入します。このイラン・イラク戦争は8年間続く極めて苛烈な戦争でした。この戦争の中でイラクは化学兵器を使用しています。この事実は後のイラク戦争において非常に重要な意味を持つことになります。なぜなら、かつて大量破壊兵器を使った国家という記憶が国際社会に強く残ったからです。第4章、湾岸戦争と制裁。1990年、イラクはクウェートに侵攻します。これに対しアメリカは国連決議をもとに多国籍軍を編成しました。この時の公式目的は明確です。クウェートからイラク軍を撤退させ、国際法秩序を回復すること。そのためクウェート解放が達成された時点で戦争の目的は達成されたため、サダム・フセイン政権は解体されませんでした。その代わりにイラクには厳しい経済制裁と国連による大量破壊兵器査察が課されます。しかしイラクは国連の査察に協力的とは言えない態度を取り続けました。実際にはこの時イラクは大量破壊兵器を保有していなかったとされています。しかしイラクは大量破壊兵器を保有していないのが明らかになると、イランなど周辺国に弱みを見せると考え、国連の査察を全面的に受け入れることなく曖昧な戦略を取ったと考えられています。しかしこの曖昧さがイラクに対する疑念と不信を増幅させました。第5章、9.11 同時多発テロとイラク。2001年9月11日、世界貿易センタービルに民間航空機が衝突。さらに別の航空機が国防総省の一部に衝突します。アメリカの中枢を標的とした同時多発テロでした。テロ発生から早い段階でアメリカはアルカイダによる犯行であることを特定します。しかしテロ後、ブッシュ大統領は 9.11 の恐怖とイラクを同じ脅威の文脈で語る発言を繰り返し、結果としてイラクイコールテロの脅威という印象を世論に広げました。なぜこのようなことを行ったのでしょうか。それは当時アメリカのブッシュ政権中枢に強い影響力を持っていたネオコンと呼ばれる思想グループの存在がありました。ネオコンとはアメリカの軍事力と価値観により
世界秩序を積極的に作り変えるべきだと考える政治思想です。当時ネオコンの主な思想は、1、アメリカは例外的な国家、アメリカは世界を導く使命を持つ、国連や国際世論よりアメリカの判断が優先。2、独裁国家は放置すれば必ず脅威になる、イラン、北朝鮮など抑止ではなく体制転換が必要。3、中東民主化は安全保障につながる、独裁政権はテロの温床、民主化によりテロを撲滅。4、予防戦争は正当、攻撃される前に叩く。9.11以降、この理論が一気に加速。この理論がイラク戦争の思想的土台でした。アメリカは9.11テロにイラクが関与した証拠を持っていたわけではありません。しかしイラクが大量破壊兵器を保有していると主張するとともに、9.11テロの恐怖を利用し、イラクを次なる脅威として結びつけることで戦争への支持を広げていったのです。第6章、イラク戦争とイスラム国の誕生。2003年、イラク戦争が始まります。アメリカ軍は圧倒的な軍事力で短期間のうちに首都バグダッドを制圧しました。サダム・フセイン政権は崩壊。軍事的にはアメリカの完全な勝利でした。しかし本当の問題はここから始まります。戦後イラクに大量破壊兵器は発見されませんでした。またアルカイダとの明確な関係も存在しないことが明らかとなります。この瞬間、イラク戦争の正当性は根底から崩れ、アメリカは国際社会から信用を失いました。アメリカは戦後イラクに対して次の政策を取ります。1つ目はバーストーイン追放によるスンニ派社会の解体。旧政権を支えた党員を国家から一斉に排除する措置でした。旧イラク国家を支えていたのは主にスンニ派でした。人口では少数派でしたが、軍、治安、官僚機構を握る支配層でした。そして2つ目がイラク軍の完全解体。その結果、約30万人以上の軍人、治安要員、情報将校が職を失いました。新しいイラク政府はシーア派主導で形成され、スンニ派は排除されていきます。2003年から2004年にかけてイラク各地で主にスンニ派による武装抵抗が始まります。目的は単純です。イラクからアメリカ軍を追い出すこと、そしてスンニ派の地位を取り戻すこと。スンニ派の武装抵抗によりイラクからアメリカを追い出すことはできませんでしたが、結果的には治安は崩壊、インフラ復旧は停滞、新国家建設が遅延するなど、アメリカの戦後計画を破綻させました。そこに現れたのがアブー・ムスアブ・ザルカウィを指導者とし、イラクを拠点とするアルカイダ系の過激派組織でした。彼は極端な宗派主義者であり、シーア派を敵とみなしていました。スンニ派の武力勢力はこの過激派組織と宗教的には必ずしも共鳴していませんでした。しかし目的は一致していました。敵はアメリカ、敵は新政府。そして一部のスンニ派武装勢力が加わり、勢力を拡大したアルカイダ系組織は2006年にイラク・イスラム国を名乗ります。これがイスラム国の始まりとなります。ただしこの時点では組織はまだ不安定でした。米軍の反撃とスンニ派部族の反発により一度は壊滅状態に追い込まれます。数万人規模の武装勢力が米軍に拘束され、収容施設に集められました。しかしそこは後にイスラム国指導部の中枢になる人物が同じ空間に集められていたのです。そして米軍に拘束された武力勢力の人数は収容管理能力を明らかに超え、管理できず同時に大量に釈放することを余儀なくされた状況にありました。2011年、アメリカ軍はイラクから撤退します。同時にシーア派政権の排除政策が再燃。さらに隣国のシリアで内戦が始まりました。その結果、国境は崩れ、武器と人が自由に行き来します。それはイスラム国にとって最高の再起の舞台でした。2014年、武力勢力はイラクとシリアをまたぎ、イスラム国の樹立を一方的に宣言します。イスラム国は最盛期にイラク、
シリアの広大な地域を支配し、次のような機能を持っていました。領土支配、イラク北西部、シリア東部など、地図上で国のような連続した支配地域を形成。行政、統治、役所の設置、住民登録、ゴミ回収、最低限のインフラ整備、学校教育でイスラム国の思想を注入。法制度、イスラム法を独自解釈で適用。裁判所を設置し、体罰、処刑を公開で実施して恐怖統治を行う。財政、石油密売、税金を住民、商人から徴収、略奪、身代金で資金を獲得。軍事、警察、正規軍のような部隊を編成。治安部隊、情報機関、秘密警察的組織を編成。もちろん国際的承認を得られた国家ではなかったが、それは単なるテロ組織ではありませんでした。しかしイスラム国は国家を名乗ったことで世界を敵に回し、やがて領土や国家機能は失われていきます。だが現在においても武力勢力の思想、ネットワークは残り、世界各地にイスラム国の支部が存在しています。イスラム国は壊滅したのではなく、形を変えて分散したと言えるでしょう。終章。イラク戦争が現代に与えた影響。イラクの大量破壊兵器の排除とテロ組織の壊滅を目標に始まったイラク戦争ですが、結果的にはイラクに大量破壊兵器やアルカイダとの関係性は存在せず、アメリカは国際社会からの信用を失ったばかりか、過激派テロ組織イスラム国を誕生させる結果となりました。そしてアメリカ国民の海外への介入の意識は変わり、オバマ政権の伸長主義、トランプ政権の内向き政策を生み出したと言えます。同時にイランの影響力が拡大し、中東の宗派対立と地域不安定化が構造的に進みました。あなたはイラク戦争をどのように考えますか？ぜひコメントください。